今回使った画材はこちら 2B の鉛筆、それと消しゴムと塗り消し、今回 G ペン使わずこのピグマペンを使いました。08と1という太さ、どちらもちょっと太めのやつです。それからちょっと古い筆、先がボソボソになった筆をあえて使います。固形の水彩絵の具黒と絵の具皿、それとクレタ系の筆心地グレーのペンです。それとスケッチブック。さあ書いていきましょう。ゴジラ-1劇中のシーンを描いていきます。海の中をこうザブザブと進んでくるゴジラですね。まずは顔の全体の形を決めて、鼻までの出っ張り、顔を少し傾けたいので、アイラインは少し斜めにしました。それから頭のてっぺんから線を引いて、こう十字を描いてバランスを決めていきます。これは眉毛のライン。それから頭の突起物がこう真ん中から放射状に伸びているので、その目安を描きます。次に目の位置を決めつつ細かいところを書き込んでいきます。今回は劇中のシーンの模写という形になります。このね、いつも左上の方に iPad を置いてそれを見ながら書いてるんですけど、その画面はね、権利上ちょっと出さない方がいいかなと思って出さないんですけども、検索するとこういった画面が出ると思いますので、ぜひ見比べながら見ていただけると分かりやすいかなと思います。ゴジラ-1は12月に入ったぐらいの頃かな、その頃にヨメアスと一緒に見てきました。ヨメアスはゴジラなんて興味ないって言って全然乗り気じゃなかったんですけども、絶対あれは映画館で見たいからっつってこう手を引っ張って見に行ったんですけれども、私は結構楽しめたんですけど、ヨメアスはどうだったかなと思って顔を伺ってみるとね、なんだかちょっとニコニコしてて、それはどっちのニコニコなんだろうと思って、で、点数にすると100点満点で何点って聞いてみるとね、100点と答えました。まさかの100点にちょっとびっくり。ハリウッド版のゴジラも含めゴジラ映画を見れたことはないそうなんですけれども、今回のはとても面白かったと。どこが良かったのかなっていうのは、私も思うんですけど、やっぱ山崎貴監督だったってところが一番強いんじゃないでしょうかね。山崎監督の映画は心があるよねなんて会話で、しばし盛り上がりました。特に好きなのがオールウェイズ三丁目シリーズなんですけれども、茶川先生と淳之介という2人のキャラクターがなんか自分に被るところがあるんですよね。だからなんかすごく感情移入しちゃって、見るとボロボロ泣いちゃうんですけど、ゴジラを見ながら違う映画の話をするのもあれなんですけれども、今回はそんなに解説するところもないかなと思うので、たまには自分のことなど雑談をしてみようかなと思います。その茶川先生と淳之介なんですけども、まず茶川先生というのは、駄菓子屋さんを経営していて、そこに住みながら、一流の小説家を目指しているんですけども、なかなかそうはなれず、子供向けの冒険小説で、連載をしていて、それでも食っていけないので駄菓子屋さんを経営しているという、ちょっと貧しい家に、一人暮らしする人なんですけども、これがね、駆け出しの頃の私に結構被るんですよね。一方淳之介というのは、親に捨てられてしまったちょっと不幸な少年で、ヒロミと茶川先生に引き取られるという話ですね。でその中で冒険小説が好きで、実は茶川先生が書いている小説の大ファンだったっていうことが分かって、自分も小説家を目指すことになるんですけれども、これがね、結構私の幼少期にも少し被るところがあるんですよね。私は日本の神奈川県で生まれました。父と母、男2人兄弟の末っ子として生まれたわけですけれども、初めて紙と鉛筆で何か書き出したのは3歳頃だと聞かされました。初めは新聞にね、折り込み広告っていうのかな、何枚か広告が入ってて、でその中で裏面に何も印刷されてないものもあって、でそれを集めて、その何も書いてない裏面に、表の文字がこう透けてちょっと見えますよね。それをね、こう縁取りというかね、なぞって遊ぶのが一番初めだったと、私も少し覚えてるんですけど、
だから文字を覚えるのはね結構早かったんですけど、だけど全部鏡文字で覚えちゃってて、それをね元に戻すのが結構大変だったんですよね。似てる「さ」と「ち」の区別がつかないとか、どっちがどっちだっけとか、間のこの「来る」っていうところがどうしても反対向きに書いてしまうとか、なんかそういうのを覚えてますね。でそれの後にだんだん絵というものを書き出していくんですけれども、私の生まれた家庭環境っていうのがあんまりいいものではなくてね、大人になって気づいて、子供の頃はそれが当たり前かなと思ってたんですけど、いつしか気づくんですね。兄弟の上からの理不尽な暴力をよく受けていたりだとか、両親ねともどもずっといがみ合って喧嘩ばっかりでね、楽しい思い出っていうことよりは嫌な思い出の方が多いのかな。あんまり喋るとちょっと重たくなってきちゃうんで、あんまり深くはね喋らない方がいいかなと思うんですけど、家族円満な幸せな家庭というわけではなかったですね。だから学校とかそういうとこにいる時間が本当に楽しくてね、自由だなと思ってたんですけど、家にいる時間っていうのがどうも好きじゃなくて、だからその家にいる時、この現実から逃れるためにノートと鉛筆で絵を描いて、多分現実逃避してたんでしょうね。その時間が長くて皮肉にも、絵が描けるようになって、転職につながったっていう過去がありますね。ほんとちょっと皮肉な話なんですけど、でも単純に絵を描くっていうのが好きだった気持ちも確かにあると思っていて、バスに乗っている時はよく塗り絵してたなっていうのを覚えてて、で電車に乗った時はそのシートに座らずシートを机にしてなんかノートに絵描いてましたね。だから単純に絵が好きだったっていうのもあるとは思うんですけど、そんな絵を描いてる時に、ドラえもんの漫画に出会って、大長編ですごくみんなでワイワイ冒険しているドラえもんとかのび太の姿とかを見て、いろんな空想にふけったりだとか、絵を描きながら夢を見たりだとか、そういうふうに育っていきました。それで小学校で、いつか将来の夢は何かって書くものがあった時に、将来の夢って初めて考えてみて、その時に漫画家って書きましたね。だからこそ淳之介っていうのがね被るんですよね。その不遇な少年時代を過ごして、で何か夢を見てそれに没頭するっていう、なんか不遇だからこそそれに向かうパワーっていうのが強かったのかなというのも思いますけど、だから映画の淳之介って架空の人物なんですけど、あれ見てるとね、頑張れマジで頑張れって本当に思うんですよね。大丈夫なれるからっつって、俺だって絵描きになれたんだから大丈夫だよって本当なんか言いたくなる気持ちなんですよね。だから自分の少年時代にもしタイムマシンで会いに行くことができたら、そういったことを言ってあげたいなって思いますけどね。で淳之介って引き取られた家も、ね、とても貧しいのでいつも同じ服着てるじゃないですか。だけどその学校でね友達に書いてる小説見せろっつって取り上げられて、で友達が見たらすげえなんつってみんな喜んでくれて、それと同じで私も小学生の頃は絵が得意になっていたんで、なんか自分の誇れるものが唯一見つかったっていうところもね被るんですよね。私はその後中学に入って今度部活に打ち込んで、高校ではバンド活動に明け暮れたりと、絵からはだいぶ離れてしまった時期が少し長いんですけれども、ブランクというのかな、後々回り回って絵に戻っていくんですけれども、それはまた別のお話です。一方、茶川先生、そのなかなか目の出ない小説家を目指している人ですね。その茶川先生に被るっていうのは、私は回り回って、絵に戻るっていうのは
専門学校に入りました。デジタルで絵を描くっていう専門学校でした。でその専門学校に入るのもみんなより2年遅れて入りました。ちょっと夢に迷っていた時期っていうのが2年あったので、その専門学校の在学中に、ちょこっとね小さい仕事を2、3個もらうことができて、それを広げようと思ってフリーランスでしばらく頑張ってみようと思う頃がありました。それで一人暮らしもして、でも全然食べれないのでバイトを掛け持ちしながら、なんとか試行錯誤してやっていた頃にですね、友達を見ると早々と就職して、ある程度初任給掴んで、社会人だっつって胸張って生きてるやつもいるわけですよ。でもその中でねバカにしてくる人もいるんですよ。フリーランスで頑張るっつったってお前どうせフリーターだろとか、あと高3のクラスの同窓会で集まった時は担任だった人から励ましや応援の言葉ではなく、まさかのダメ出しを受けまして、マイナスのようなことをね、お前は甘いとか、それをみんなの前で言われて、なんかすごく肩身の狭い思いをして、みたいなこともありましたね。教師といえどそんなことを言う人もいるなんてね、残念その時一人だけ友達で、今ロジャース頑張ってんだからって擁護してくれる友達もいて、それはねすごく嬉しかったんですけれどもね。あとは夢で食っていけない時っていうのは自分に自信がないんでしょうね。それが出ちゃって恋愛もなんかうまくできないだとか、そんなこともありました。絵で食べていくってことをすごく、無理だとか才能がないとダメだとか、なれないとね決めつけて入ってくる人っていうのはよくいますよね。なれないものを追いかけてるちょっと痛いやつみたいな感じで見られてたのかもしれないですけどね。でもそんな中でね、今でも親友と呼べるのは本当に、応援してくれて支えてくれた友達も確かにいるんですけれども、だからこそ茶川先生の気持ちもなんかわかる気がするんですよね。貧乏でどうしようもなくて、で仕事もあまりうまくいかずイライラしてしまったりだとか、好きな女にもなかなか振り向いてもらえず突然いなくなってしまうとか、だから茶川先生を見てても本当に頑張れって思うんですけど、でもそんな中でね、周りでバカにしてる鈴木音とかはいざとなったらものすごく応援してくれるじゃないですか。同じ家族のようにね、そういう姿もすごくジーンとくるし、だからそういう経験をしてないとその三丁目の夕日みたいな物語って描けないと思うんですよね。だから山崎隆監督もきっと苦労時代すごくあったんじゃないかなって勝手に想像してるんですけども、で三丁目の夕日は茶川さんの夢も淳之介の夢も何度かね少しずつ形を変えながらいい方に進んでて、私もいつしかバイトをせずに、この道だけで食っていけるようになりました。嫁安という人も私と結婚してくれて、家族というものを作って、住みたいところに土地を買って家を建てて、大好きな自然の中でこうして絵を描いて今も暮らせていけてるわけです。そうなれたのは自分で辞めようと思ったことが一度もないんですよね。もう無理かな、諦めようかなと思ったことがなんかないんですよね。根拠のない自信なのか、元気なのか、単純にバカなのか、単純に上手い人の絵を見ると描きたくなっちゃうっていう、欲求が出てきちゃって、オラ強えやつ見るとワクワクするぞ的な感じに近いかな。その思いは今でもあって、散々仕事で書き続けて疲れ果てた後でも落書きしている私を見て、読むやつがまだ書くんかいとツッコミ入れたり、もっと上手くなりてーってなんか叫び出したりして、もともとどうしようもなく好きなんでしょうね。でも若い頃は見返してやるぞっていう気持ちはね強くあったことも確かです。
だから食えないんだったらバイトしなきゃっていうのは当たり前の流れでやってました。バイトはね、ピザの配達員が結構長かったんですよね。バイトの中では少しだけ時給がいい方だったのでそれを選んでたんですけど、こうふとね夜ピザの配達をして帰り道とか信号待ちをしている時とかにね、俺何やってんだろうな、なんでピザ配達してんだろうとか、それで結局食えなくてもうこれじゃダメだと思ってね、一回それで就職したんです。都内のデザイン会社でイラスト要員として雇ってくれるところがあって、そこで鬼のような仕事量でデザインの仕方、データの作り方、そういうことを覚えて、スキルアップしました。でそこはあんまり長くはいなかったんですけれど、その後フリーランスになってまたしばらくバイト掛け持ち生活にはなるんですけど、だんだんと自分の仕事も増えていくようになって、だんだん食えるようになって、もう回しきれないほどの仕事が来るようになんとかなることができました。なせばなるっていう言葉ではなく、なるまでやるっていう言葉を作って、それで突っ走ってきました。なるというのは成り立つという字です。なってくると、その過去にバカにしてきたやつとか、その先生とか、あと振り向いてくれなかった人とか、そういう人がねどうでもよくなってくるんですよね。もう忘れちゃうとか、だからこう話してる時に流れで思い出したりはしますけど、普段もうなんか頭の中にはいなくて、なんかもう本当にどうでもいい通りすがりの人みたいな、そういう感覚になりましたね。でこの動画を見てくれてる方の中でイラストレーターになりたい、デザイナーになりたい、漫画家になりたいっていう人もしかしたらいるかもしれないんですけど、その夢をね追っかけてる段階でバカにされたりマウント取られたりだとか、そういう人もきっといると思うんですけど、もう本当それ気にしないで、気にしちゃったらそれをバネに本当に頑張ってください。でね、本当にねそういう人ってね後でどうでもよくなります。そんなもんなれねえとかね、お前には才能がねえって、そういうことを言ってくれる人がね、親でもねいるかもしれないですけどね、何かになれなかった人っていうのはどっかで勝手に諦めたんですよね。でね、中にはねあなたになってほしくないんですよ。自分と同じ同類でいてほしいんですよ。その人はその方が心が落ち着くんですよ。であなたにマウントを取り続けられるんですよ。だからあなたに夢を叶えてほしくないんですよね。そんな人の話はね聞かないでください。夢を叶えた人の話を聞いてください。その人は叶え方を知ってますから。絶対ね叶えた人はそんなことは言わないです。マイナスなことは言わないです。で夢を叶えた人っていうのはあなたがプロになるのを待ってくれてます。で一緒に何かやりたいと思うはずです。そういう人は敵視しないんですよ。ライバルかもしれないんですけど、だけどね仲間だと思ってくれます。それで思い出した。イラストレーターで、日本のイラストレーターでね、ロッキン・ジェリー・ビーンさんっているんですよ。で私専門学生の時にその人の絵にすごく惹かれて、でその方がね、バンドもやってるんですね。で自分と同じベースを弾いてるっていうのですごい親近感湧いて、でそのバンドのライブがたまたま検索していたその日にあるっていう情報だったんですよ。でその時専門学校に行って、で今日の夜新宿でライブがあるって言ってね、うわ行きたいってなったんですけど、でそれでちょっと考えてね、先生にね今日早退しますって言って、で家帰って夜までに今描いてるアクリルの絵を完成させてその人に持っていくって言って、ですぐ家帰ってその絵を完成させて夜、ロッキン・ジェリー・ビーンさんのバンドを見に行ったんです。でライブを見て、その後ちょっと飲み物を飲みながらゆっくりされてるジェリー・ビーンさんに会いに行って、
ファンなんですけど、僕の絵見てもらえないでしょうかって言って、そこで絵を見せたんですよ。そしたら、おおっつって見てくれて、で、そしたらね、褒めてくださった部分もあるんですけど、それよりもね、アドバイスをくれて、例えばこういう絵を描きたかったらこういうものを使ってこういう風に描いたらどうかなとか、僕は、鉛筆と紙でこういう風に描いて、でフォトショップで取り込んでこういう風に加工してそういう風に絵描いてるんだとか、それですごくね応援してくれたんですよね。でそしたらね、今度結婚するんだっつってね、結婚式の二次会の招待状をそこでくれたんですよ。いやそれびっくりしちゃって、で後日青山の、スパイラルってビルだったかな、その地下でねライブをしながら何かパーティーができる会場があって、そこに行かせてもらって、で一緒にお祝いをさせていただきました。でその時はね主役なのであんまり何か長いお話はできなかったんですけど、でも呼んでくださってありがとうございますって言ったら、来てくれてありがとうって言ってくれて、もうすごい優しく接してくれてですね。でその後ジェリービーチさんが原宿に自分のグッズのショップとかを立ち上げて、でそういうお店もねたまに行ってたんですけどね、ある日ね店の前にねジェリービーンさんが一人でタバコ吸ってたんですよ。であの時絵を見てもらって結婚式の二次会まで呼んでいただいたものなんですけど覚えてますかっつったら、っつって覚えててくれて、それで自分は今デザイン会社に入りましたとか、それで絵も好きでイラスト要員として雇われて、でそこでデザインも勉強しながら今頑張ってますなんて言ってたら、じゃあいつかコラボしようねって言われて、でいろんな話もしてすごくね温かく迎えてくれましたね。だからその道で夢叶えて活躍されてる方たちっていうのはね敵視しないんですよね。本当に相手にね夢叶えてほしいと思ってくれてるんですよね。頑張ってって思ってくれてるんですよね。でそうやってコラボしようねってね、また新しい希望をくれるんですよね。なんだろうな、ちゃんと自分を導いてくれるんですよね。だからマイナスなことを言うやつのね意見に左右されず、そういう人の話を聞いて、そういう人を見てぜひ進んでほしいと私も思います。でも私を見ろとか私の話を聞けとかそういうことは思ってないです。私もまだまだだと思ってるんで、ぜひそういう人を見つけてその人の話を聞いてください。私は顔も出してないのでね、見ろっつってもね何を見ればいいんだっていうことになっちゃいますけど、あとはちなみにバンドをやってたって少し言ったんですけど、そのバンドをやってたボーカルがねプロでも活躍してるんですよ。プロのボーカリストになって、なのでね私の周りはね夢を叶えた人が結構多いんですよね。だからそういったことでもね自分にもできるんじゃないかって思わせてくれた部分っていうのはすごく大きいですね。だから何をするにも環境を第一に作りますけれども、その環境の中の、周りに置く人っていうのもきっと大切なことなんだと思います。だから山崎隆監督の話に戻ると、三丁目の夕日とかを作れるってことは、そういう経験を、苦労されてきた方で、やっぱり今も活躍されてるってことは、すごい人なんだなというふうに思ってるわけです。でその方が撮ったこのゴジラマイナスワンもね、この度アカデミー賞のノミネートされましたよね。だから着々とねやっぱり少しずつ大きくね夢って叶えていけるものなんだなっていうのが分かりますよね。でその夢って人に言った方がいいって言いますよね。そうするとね応援してくれる人が増えるみたいなんですよ。そして同じような夢を持った人が寄ってくる。でまたコミュニティにあって情報交換ができる。で
叶えた人も寄ってくる。そうすると叶える方法が分かってくるとかね、プラスの方向に働くんですね。なんか夢を語るって恥ずかしいって思ってる人もいるかもしれないですけど、いやいやそんなことなくて、夢自体持ってるっていう人って羨ましがられると思いますよ。だからそれすらも見つからない人って多いと思うんですよね。だから夢があるってことはもう本当に素晴らしい。もう向かうべき道がある人っていうのはそれだけでもう得してると思いますね。なので私もここで一つ私の夢を最後に語っておきます。今回は、スケッチという形ですけども、普段メインでやっていきたいのはイラスト図鑑の方なんですね。でちょっと仕事との兼ね合いでどうしてもイラスト図鑑を週1アップしていくのは難しいので、こういったスケッチも間に入れているんですけれども、私の夢はイラスト図鑑で本を出版することです。その本が電子出版なのか、本屋さんに売られている紙の本なのか、そこら辺はちょっとまだ、明確ではないんですけども、何らかの形で本という形にしたいなと思っています。で、A4 の紙にいつも書いてるんですけど、本自体はそれをこうパタッと畳んだ、英語版ですかね。英語の実物大で皆様に見てもらえるような本を作りたくてA4 の紙に書いています。で、本から入った人でもその絵のメイキングがこの YouTube で見てもらえるっていう形なんですね。なので本から入った人でもこの YouTube から入った人でも、なるべく面白いと思ってもらえるようなものを書きたいなと思って普段嫁はすとともに夜な夜なちょっと頑張っているわけでありますけれども、それで自分と同じ絵描きになりたいなと思ってくれる方が、なんか動物を描くときに資料として使えるような本、なんか自分が絵描きを目指してた頃にこんな本があったらいいなと思うものを目指して今イラスト図鑑というのを描き続けています。だからなんか皆さんが、自分の漫画を描いてたりイラストを描くときにあの動物を描きたいなって時にロジャースノートを見ればあの動物のことがわかるかもとか、どの動物にしようかなって悩んでる時にロジャースノートを開いてこの動物は面白い、なんかいい漫画のネタになりそうだとか、そんな皆さんの創作活動に役立つようなものを目指して今やっています。で、私もねそれについていろんな勉強をして、で今度はどんな絵にしようかなとか考えるので、私自身もすごく勉強になっています。で、いろんな好きな動物のことが分かるのですごく楽しいし、でいつかこの YouTube もその本も私の仕事としてなりわいとして成り立つものになるかもしれないし、そうなったらそれでもっとねこういったことを続けていけるし、で皆さんの役にも立てるかもしれないし、なるまでやります。ということでこれからも応援してください。ぜひいいねボタン、チャンネル登録、それからコメント、それが私の励みになっております。これからも頑張っていきます。今回はトークばかりになっちゃいましたけども、ご視聴ありがとうございました。さあこれでゴジラマイナスワン完成でございます。最後に漫画のようにしてみました。さあアカデミー賞どうなるでしょうか。私も頑張ってまいりたいと思います。ではまた。